おだすこんちこんばんポテトで今日もデータぶつけていきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、ベルにコンカつけたら実際どれだけ変わるのかやっていきたいなと思います。実はこれ検証自体終わってたんですけど、インフルエンザにかかってしまってですね、ちょっと動画化するのに遅れてしまいましてすいません。はい、ということで今更ではあるんですが、動画していきたいなと思います。はい、でこのベイルなんですけど、皆さん撮りましたか？僕もね245連しましたね。本当にねふざけんなって感じなんですが、でこのベイルについてですね、こんなコメント来ておりまして、コンカつけたら実際どれぐらい変わるのかみたいなところを検証してほしいですということでリクエストありがとうございます。確かにそうだなというところで、このベイルなんですけども、育成したらこんな感じで、かなり強くなってカーブ値も低くないしね。なのでこの状態でコンカ能力ね、つけたらどうなるんだということで100本、ちゃんとやってきましたんで見ていてください。もう結構面白い違いも分かったんでぜひ見ていてください。検証方法ですね。検証方法は、iPad にですね、動きを記録させて検証していきます。ひたすらね、トレーニングモードでやっていきますよという形です。で、蹴る場所なんですけども、このね、芝生のこの目印のところからちょっとね、このペナルティーのアークのところからね、こんな感じで、対角線のところの辺からやっていきます。ちょっと分かりにくいかもしれないんですが、この辺からですね、あとはもう動きを記憶させた状態でもう蹴っていくという形です。なので僕は全然操作はしておりませんので、iPad 上ではですね、押してる時間、シュートボタンとかをね押してる時間同じなんですけど、EFT のね、仕様の問題で多少のね、パワーゲージにはブレがありますので、それはご了承ください。で今回なんですけども、こんな感じで、ガチスカ級のベイルにこのコンカというものをつけたらどうなるんだというところ、ここをねちゃんとね見ていきたいなと思います。でいつも通り失敗例、そして成功例みたいな感じで見ていきたいなと思います。はい、まずはコンカついてない状態ですね。で見ていきましょう。まずは失敗集ですね。ポストも枠外という形でねやっております。キーパーはオブラクなので、ある程度はね止めてくれるかなっていう感じはしますが、でも割とタッチされてるな。あとなんかもう明らかなキックミスとかもあんのかな、この感じは。はい、ここからは成功集ですね。ここから全部入っていくような形にはなりますね。でもいいコースには蹴れてんのかな。ふわーんって感じで今回打ててますね。特段おかしいなとかいう感じもあんまりないかな、こう見ると。はい、ということで見ていただきました。どうだろう、キャッチされることは意外に多いなっていう印象があったんですけど、実際どうなのかなっていう感じはしましたね。あと中にもね、ちょっと明らかなキックミスみたいな、なんかちょっとホームラン気味というかね、すくい上げすぎちゃってる感じのとこありましたね。ただ成功の部分、得点してるシーンに関してはそんなに気にならなかったなって感じはしましたが、ではこれにコンカをつけていきましょう。はい、まずはですね、このコンカですね、ベールにつけていきますよという形です。でこんな感じでね、実際に、コンカつけたということでやっていきましょう。まずは失敗例からですね。あれでもなんかさっきより速くない？なんかシュートスピードがであれかもね、タッチはちょっと少ないかも。さっきの方が多かったかなって気はするな。はい、こっからは成功集ですね。でも全然違うかも。こうやって改めて見ると結構違うな。どうですかね、結構見てて分かりますかね。だいぶ違うなって感じは僕はしてるんですけど、皆さんは違いを感じられますでしょうか。はい、見ていただきました。どうでしょうかね。明らかにボールの質はねちょっと違うなって感じがしました。ボールのスピードとか特に
だいぶ違うんじゃないかなって感じはしましたね。でこれはやってた感触なんですけど、明らかに決定率は違ったんじゃないかなと思います。はい、というところでデータ見ておきましょう。こうなりました。はい、ということで下がね婚活付きのベイルになるんですけども、明らかに変わりましたね。能力高いですからね。これ高い状態でこれですかね。明らかにゴールのところ、ここにはねまず差が出ましたね。 15% ぐらい。キャッチに関してもかなり差がつきましたね。キャッチされにくくなっているということが分かりましたね。ただねセーブに関してこれはね意外にそんな変わらなかったですね。はい、そこ変わんなかったんですけど、この枠外に関してここは根下持ちの方が増えたんですよ。これ結構意外でしたね。ただこれ、ね、枠外が増えたといってもですね、キャッチされるような甘いコースが際どいとこ狙えるようになったと言えるんじゃないかなと個人的にはね思ってますね。なので緩いような、コースには打たなくなったと言えるんじゃないかなと思っております。で実際さ、だってシュート打って枠外よりキャッチの方がまずいじゃない。キャッチされたらその後カウンターとか食らう可能性もあるわけだから、それも別に防げるって考えたら、かなり大きいんじゃないかな。これはねそれだったら枠外にね外してくれた方がまだ全然いいのかなっていう感じがしましたね。でこっからはですね実際に比べていくんですけど、これ実際比べたらね結構おもろいこと分かったんで見ていってください。はい、まずはですね、こんな形で同じゲージ、同じ場所みたいなところのね、シュートを見ていきたいなと思うんですけど、はい、ペナルティエリア入った瞬間からね合わせて見ていきますが、はい、こんな感じでね、まずそもそもね根下持ちの方がですね明らかに速いということは分かりますよね。それはね得点の差出るなって感じはしましたね。ただこの違いがですね、これ分かりました皆さん。これ実はねモーションに違いがあると、秘密があるということが分かったんでちょっと見てください。これね、はい分かりますか。根下持ちの方はですねブリッツカーブみたいな打ち方をしているんですよ。軸足を抜くようなね感じで、これ根下持ってない方だとこれがね出にくい。ほぼ出なかったかな。100本中1本出たかな出なかったかなぐらいで、逆に根下持ちの方はほとんどこの形で蹴れていたという形になりましたので、このモーションが大きく違いがで、同じモーションの時持ってきたんですけど、こう根下持ちでもですね同じモーションの時持ってきたんですけど、こんな感じで意外にねそこはねそんなに変わんない。ただ微妙に根下持ちの方が早いのかな、いいコースなのかなみたいな感じはしましたね。ちょっと別のモーションも持ってきました。ここもそうかな、同じぐらい。どっちかっていうと根下持ちだけどって感じしましたね。であともう一つ、体勢崩した時、体勢がどっちも悪い時ですねに、根下打った場合なんですけど、根下持ちはねギリギリね根下打ててるんですよね。なのでこういったところで変なミスというか、一つ一つではありますが失敗の可能性というのが消えてっていうのが根下持ちなのかなと思いました。はい、ということでこの辺の違いが分かったんで、今日は結論です。根下をつけるとシュートモーションが変わって得点率も上がる。結果的にカウンターも受けにくくなるとします。これめっちゃおもろくないですか。この能力っていうかモーションが変わるっていうね。でこの7割8割ぐらいはねこのモーションになってましたね、根下持ちの人は。もちろんねいろいろ体勢とか方向とかもあると思うんですけど、ほとんどこれになっていたという形になりましたね。なのでもしね今後ね友達とかに根下つけたらどうなんの、何が変わんのって聞かれたらですね、それはねモーションが変わるのだよとね、結果的にカウンターも受けにくくなるしキャッチもされにくくなるんだよみたいなね話もしてあげてください。ドヤ顔でねしてあげてください。でこうやってね見てても分かるかなと思うんですけど、明らかな違いが出る、そういうスキルなんだということが改めてね、優秀なスキルっていうのは分かってましたが改めて分かりましたね。となるとですね、やっぱ個人的にはちょっとこのつけたいかな、この今回のベルに関してはやっぱつけたいかなと思ってしまいますね。なので個人的な優先度にはなってしまいますが、ダブター、ワンパー、スルーパー、コンカ、この4つは最優先になるかな。で残りに関してはちょっと好み、足裏、エアバトル、ヘッダー、逃走心、どれも優秀なスキルではありますが、上の4つの方がつけた時のこのなんていうのかな、分かりやすく違いを感じられるんじゃないかなとは思いますかね。
はい、なのであとは好みでどうなるかって感じかな。皆さんはどう思いますかね。何をつけますかね。ぜひコメントで教えていただければなと思います。で、あとこれもちろんあくまでトレーニングモードの結果なんで、試合で使ったら7割効果が入るというかそういうことではないのでね、そこだけ、ご了承いただければなと思います。ただペナソトはねパワーゲージ半分以上ないと効果もちょっとなかなか入りにくいかなと思いますので参考にしてみてください。はい、ということでこの動画良かったら参考になった面白かったなと思った方ですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後雑談して終わりたいなと思います。はい、ここからね雑談になっていきます。いや今回結構面白かったね。このスキル、この今回のスキルでモーションが変わるっていうのが結構面白かったですね。はい、逆に効果持ちじゃないとこのモーションが出ないっていうのもね意外なところでしたね。っていうかね、声やっと出るようになってきましたね。いやちょっとこれだけでもだいぶ自分の中では安心かな。まだ完全ではないんですが、やっぱね声っていうか咳が出るとね寝れないし、結構それが一番きついね。皆さんもね乾燥には気をつけてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですねコメントで教えていただければなと思います。3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、というところでですね、今日は今回についてやってきました。優秀なスキルということは分かっておりましたが、改めてね、こうやって見ると面白いですね。またいろんな、ところもね、またミドルシュートとかもちょっとやりたいですね。はい、ということでまた行っていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。